こんにちは、ヒロです。近年、電子レンジや電気ケトルなどの消費電力の大きな機器を使用したり、エアコンをより長く動かしたりするなどの目的で、多くのキャンピングカーオーナーの方に人気のリチウムイオンバッテリーを搭載したポータブル電源。実際に僕もポータブル電源を購入してから、自身のキャンピングカーライフもより豊かなものになりました。その一方で、ただ単にポータブル電源を購入してそれを特に何の工夫もなく車内に置いただけだと、実際に運用する中で車内の各所に点在する各家電との接続のためにポータブル電源を移動させたり、延長コードを伸ばしたりと、ポータブル電源と各家電との接続の問題で苦労される方も多いです。もちろんそういった苦労や手間のことがあってもなお、リチウムイオンバッテリーを搭載したポータブル電源の恩恵は計り知れませんが、できればキャンピングカーでのポータブル電源の運用をよりスマートで円滑なものにしたいとお考えの方も多いと思います。そこで今回の動画では、この方法をまだ知らなかった方にとってはキャンピングカーの新たな選択肢となりうるリチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源を活用した内部電源接続についてご紹介します。この動画を見ることで、先ほどお話ししたポータブル電源を実際に運用する中での各家電との接続の問題をとてもスマートな方法で解決することができるとともに、外部充電、走行充電、ソーラー充電といった従来から存在するサブバッテリーの一般的な充電方法とは異なるポータブル電源を活用したサブバッテリーの新たな充電方法、内部充電についても知ることができます。また、この動画を見終わる頃には、内部電源接続がもたらすあるとても大きな副産物の存在によって、全ての方に当てはまるわけではないものの、もしこういったことができるなら、自分の場合はそこまで大容量のポータブル電源でなくても構わないかもしれないな、といった判断に至る方もいらっしゃると思うので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは、一度きりの人生を自分らしく生きるためには、自分のこうしたい、こうありたいに一つずつ許可を出していくことが重要であると考え、その大切なきっかけとして、ずっと乗ってみたかった夢のキャンピングカーを購入してみたおじさんの日常が描かれています。キャンピングカーのことや車中飯や車中泊の様子など、様々な工夫などもシェアしながらご紹介していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本編に参りましょう。リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源を活用した内部電源接続。先ほどキャンピングカーの車内で消費電力の大きな電子レンジなどを動かすためやエアコンなどをより長く使用するためにリチウムイオンバッテリーを搭載したポータブル電源を購入する方が多いというお話をしましたが、キャンピングカーにある各家電は大きく2種類に分けることができます。それはキャンピングカーに固定されたものと固定されていないものです。僕が実際にポータブル電源で動かすことがある各家電で例示すると、電子レンジやエアコンはキャンピングカーに固定されたものであり、電気ケトルやドライヤーは固定されていないものになります。通常、各家電の電源ケーブルはそこまで長さに余裕があるわけではないため、これらの各家電をポータブル電源に接続する場合、ポータブル電源を各家電の近くに移動させるか、もしくは電気ケトルやドライヤーなどのキャンピングカーに固定されていない家電の場合は、反対にこれらの各家電をポータブル電源の近くに移動させたりする必要があり、いずれにせよその移動が少し手間だと感じる方もおられると思います。しかし、そういった移動を行いさえすれば、各家電の電源プラグをポータブル電源の AC 出力ポートに容易に挿すことができるという意味では、キャンピングカーに固定されていない家電は、キャンピングカーに固定された家電に比べてまだマシだと言えます。エアコンや電子レンジなどのキャンピングカーに固定された家電の場合、これらの各家電自身を移動させることはできず、逆に移動させることができるポータブル電源を各家電に近づけても、僕のキャンピングカーで言えば、エアコンだとその電源プラグが高いところにあり、ポータブル電源との接続のためには延長コードが必要になります。もちろん、このように延長コードを使えば、両者を接続し、エアコンをポータブル電源で動かせるようにはなりますが、今度はこれによって車内の美観を著しく損ねてしまうといったことなどが問題となります。また、電子レンジだと収納庫奥の壁面に設置されたコンセントにその電源プラグが刺さっており、延長コードの必要性や車内の美観云々以前の問題で、そもそもこの電源プラグを抜くことさえままならず、ポータブル電源に接続することが非常に困難な状況にあります。そういった意味で、ポータブル電源で動かしたいと思う各家電を実際にポータブル電源からの電源供給によって動かせるようにしたり、単に動かせるだけでなく、移動や配線などのポータブル電源と各家電との接続に関する問題をスマートに解決するためには何かしらの工夫が必要ということになります。
ここでそのヒントになるのが今回の動画でご紹介する内部電源接続とは対になる外部電源接続です。そのキャンピングカーの設定や仕様などによって異なる場合もありますが、僕が乗っているバンテックのジルをはじめとして専用のケーブルを使って外部電源に接続することができる多くのキャンピングカーにおいて、一般的にその外部電源接続の効果は2つあります。1つ目は車外に設置された外部電源からの電源供給によってサブバッテリーを充電するいわゆる外部充電ができること。2つ目はキャンピングカーの各所にあらかじめ設置された AC100V コンセントにその電源プラグが刺さっている各家電をサブバッテリーからの電源供給によってではなく外部電源からの電源供給によって動かせるようになること。外部充電という言葉がとても端的で馴染みがあるということもあり、外部電源接続の2つの効果のうち1つ目の効果である外部充電の方がより多くの方に知られたものかもしれません。しかし2つ目の効果でご説明したように、多くのキャンピングカーではすでにキャンピングカーの各所に設置された AC100V コンセントにその電源プラグを挿した各家電をサブバッテリーからの電源供給によってではなく外部電源のようにサブバッテリーとは異なるその他の電源からの電源供給によって動かせるようにする仕組みが備わっているということになります。ということは究極、仮にポータブル電源を外部電源としてキャンピングカーと接続すれば、ポータブル電源に蓄えられた電気でサブバッテリーを充電することも、キャンピングカーの AC100V コンセントにその電源プラグを挿した各家電を動かすことも可能ということを意味します。しかし、何の追加的な工事などを行うことなく、今すでにある外部電源接続の仕組みをただ単にポータブル電源で使用するだけだと、ポータブル電源を車外に置いた場合は、そのポータブル電源が雨風や盗難などのリスクにさらされることになります。また、車内にポータブル電源を置いた場合は、窓などを開けて、そこから車外に外部電源接続用のケーブルを出す必要があり、その隙間の存在により、室温を一定に保つことが困難となったり、その隙間を埋めようとすれば、その手間や美観の問題が発生することになります。そして仮に隙間を何かで埋めることができたとしても、窓がロックされていない状態というのは、防犯などの観点からも望ましくないと言えます。そこで外部電源接続の仕組みをヒントにしつつも、これとは異なり、車外に設置された外部電源ではなく、車内に置いたポータブル電源を内部電源として用いて、しかもキャンピングカーとの接続のための配線も車内で完結する内部電源接続という発想に至りました。これを受け、僕がジルを購入したバンテック愛知に、この内部電源接続の実現のために必要な電気的な工事をお願いしました。現在の僕のポータブル電源システムでは、内部電源接続における内部電源としての役割を担うポータブル電源の置き場所は、運転席の後ろのこの空きスペースで、キャンピングカーとの接続のための配線は、電装関係収納庫の方から直前までケーブルが見えないように、収納庫内部に隠しながら伸ばしたこの白のケーブルをつなぐだけです。この内部電源接続によって、外部電源接続と同様、2つの効果が得られます。1つ目は車内に置いたポータブル電源からの電源供給によってサブバッテリーを充電するサブバッテリーの新たな充電方法、内部充電ができること。2つ目はキャンピングカーの各所にあらかじめ設置された AC100V コンセントにその電源プラグが刺さっている各家電をサブバッテリーからの電源供給によってではなくポータブル電源からの電源供給によって動かせるようになること。特にこの2つ目の効果により、ポータブル電源でキャンピングカーに固定されたエアコンや電子レンジなどの家電を動かす場合でも、これらの電源プラグをいちいちキャンピングカーの AC100V コンセントから抜いて、ポータブル電源の AC 出力ポートに差し替えるという面倒な作業が不要になります。他にも、例えば電気ケトルはキッチンで、ドライヤーは鏡もあるマルチルームで、といった感じで、それぞれに使用したい場所が異なる各家電を、その使用したい場所の近くに設置されたキャンピングカーの AC100V コンセントに電源プラグを挿すことで、サブバッテリーの電気によってではなく、ポータブル電源の電気によって動かせるようになります。すなわち、ポータブル電源をその置き場所から移動させたり、各家電を本来使用したい場所から移動させたりする必要はありませんし、各家電の電源プラグをポータブル電源の AC 出力ポートに直接挿さなくても、これらの各家電の固定場所や使用したい場所の近くにあらかじめ設置されたキャンピングカーの AC100V コンセントに挿すだけで、サブバッテリーからの電源供給によってではなく、ポータブル電源からの電源供給によって動かすことができるようになるので、ポータブル電源と各家電とのとてもスマートな接続が実現できます。
ところでサブバッテリーとして鉛ディープサイクルバッテリーを採用している場合、一般に電子レンジなどの消費電力の大きな機器を使用する際は外部電源に接続するとか、それが叶わぬ状況ならばせめてその時だけでも走行充電を行うなど、サブバッテリー保護のために必要な作業が求められます。消費電力の小さな家電の使用の際にはこういった手間が不要なこともあり、そのギャップを埋めるためリチウムイオンバッテリーを搭載したポータブル電源を購入して、消費電力の大きな機器も消費電力の小さな機器と同様にもっと気軽に使用できるようにしたいと考えた方も多いのではないかと思います。であるならば、実際にポータブル電源を使って電子レンジや電気ケトルなどを動かす際に、ポータブル電源や各家電を移動させたり、延長コードを伸ばしたり、電源プラグの抜き差しをしたりといった面倒な作業を省き、フットワーク軽くこれらの家電を使えるようにすることもとても重要なことではないかと思います。そんな中、この内部電源接続を使うことができれば、走行充電などサブバッテリー保護のために必要になる配慮や、ポータブル電源と各家電とを接続するために本来必要になる煩わしい作業なども不要になるので、各家電を本当の意味でとても気軽に使用できる環境を構築することができ、オーナーの心身両面における負担を大幅に軽減することができます。ちなみに皆さんの解決したい課題がこのようなポータブル電源と各家電とのスマートな接続のみであると考えた場合は、内部電源接続の2つの効果のうち1つ目の内部充電はあまり関係がないばかりか、ポータブル電源の貴重な電気を各家電を動かすためにではなく、わざわざポータブル電源に蓄えられた有限の電気を使わずとも、他にも充電可能な方法があるサブバッテリーの充電のために垂れ流してしまうのは本望ではないと考える方もおられると思います。そういった方はバンテック愛知で僕が工事をお願いする際にも確認しましたが、内部電源接続の2つの効果のうち1つ目の効果、内部充電を手放し、2つ目の効果、ポータブル電源と各家電とのスマートな接続のみを実現する、そういった工事も可能とのことです。もっとも僕は内部電源接続の1つ目の効果である内部充電を手放すという選択はしませんでした。その理由は3つあります。一つ目の理由は前回の動画でも詳しくご紹介したように、僕の中で例えば雨の日が何日も連続する梅雨の時期などにサブバッテリーの残量管理の観点等からポータブル電源に蓄えられた電気をサブバッテリーの充電のために使用したい具体的なケースが存在するから。2つ目の理由は内部充電をしたくない場合は外部電源接続時にもその外部充電のために必要になるこの充電器のスイッチをオフにすることで内部電源接続時の内部充電もオフにすることができるから。3つ目の理由はこの充電器のオンオフの切り替えを行う際にセカンドシートの座面などをどかしたりして電装関係収納庫をむき出しにするような大変な作業をしなくても、セカンドシートの足元にあるこのメンテナンスハッチを開けるだけで電装関係収納庫内部に収められた充電器のスイッチに簡単にアクセスできるから。ですので僕は普段もともと外部電源接続をあまり使わないということもあり、この充電器のスイッチをオフにしておいて原則内部電源接続をしている時に内部充電によってポータブル電源の貴重な電気がサブバッテリーの充電に使われることがないようにしつつ、例外的に梅雨の時期などポータブル電源の電気を使ってサブバッテリーの残量を回復させたい時だけメンテナンスハッチを開けて充電器のスイッチをオンにするという運用をしています。ただこの充電器のスイッチをオフにしていると内部電源接続時だけでなく外部電源接続時もサブバッテリーが充電されなくなるという問題があるため、よく外部電源接続を行うという方はこの点だけ注意する必要があります。もっとも外部電源接続を行う場合、外部電源接続用の専用ケーブルをつないだ後に例えばその接触不良などによって外部電源から電気がうまく送られていないといったことがないか、必ずバッテリー残量計で今しっかりとサブバッテリーが充電されているかなどの確認をするのが基本だと思うので、もし充電器のスイッチがオフになっていたとしてもこの段階ですぐに気づきスイッチをオンにすることができます。少し細かな点ではありますが、実際の運用を考えた際にはとても大切なことだと思うので、念のためこの点についてもシェアさせていただきました。
もし皆さんのキャンピングカーがサブバッテリーとして鉛ディープサイクルバッテリーを採用している場合、極力その残量が 50% を下回らないように配慮する必要があったり、その方のサブバッテリーの状況によっては大事なタイミングで電圧低下によって FF ヒーターなどの各機器が使用できなくなるといった問題なども起こり得ますが、そういった懸念点を解消する手段としてもポータブル電源を活用した内部充電もいざという時の電荷の宝刀として有益だと感じる方もおられるかもしれません。最後にこの内部電源接続がもたらすとても大きな副産物についてご紹介したいと思います。もしポータブル電源の内部電源接続が使えない通常の使用対応だとしたら、サブバッテリーから各家電へ電源供給する場合は、その電源プラグをキャンピングカーの AC100V コンセントに挿す必要があり、反対にポータブル電源から各家電へ電源供給する場合は、その電源プラグをポータブル電源の AC 出力ポートへ挿す必要があります。しかし内部電源接続を使えるようにしてキャンピングカーの AC100V コンセントにその電源プラグを挿した各家電へサブバッテリーから電源供給できるのはもちろんのことながら、ポータブル電源からも電源供給できるようになると、基本各家電の電源プラグはポータブル電源の電気を使って動かすことがある場合でも、ポータブル電源の AC 出力ポートではなくキャンピングカーの AC100V コンセントに挿しておけばいいということになります。そしてこのようにキャンピングカーの AC100V コンセントにその電源プラグを挿した各家電へサブバッテリーからもポータブル電源からも電源供給できる仕組みだからこそ、例えば夏の車中泊の際にエアコンを6時間くらい連続運転する時も、ポータブル電源の残量がなくなった際にそこからはサブバッテリーからの電源供給に移行するといったシームレスな切り替えも可能となります。すなわちエアコンの6時間の連続運転を実現する際に途中でエアコンの運転を途切らせることなく、例えばまずはポータブル電源で最初の3時間分、次にサブバッテリーで残りの3時間分、エアコンへの電源供給の役割を分担するといった運用も可能になります。もしこういった恩恵をもたらす内部電源接続が使えない通常の使用対応において、寝ている途中でエアコンが切れて寝苦しくなって起きてしまい、そこで眠い目をこすりながらエアコンの電源プラグをポータブル電源の AC 出力ポートからキャンピングカーの AC100V コンセントに差し替える必要があるとしたら、確かにそれは煩わしさに耐えないと思います。こういったこともあり、夏の車中泊の際のエアコンの連続運転などを目的にポータブル電源の購入を考える場合、極力ポータブル電源のみでエアコンを6時間とか長時間連続運転できる大容量なものを選んでおこうと考える方が多いのだと思います。しかし人によって夏に冷房としてエアコンを使う時以外の普段のポータブル電源の用途が電気ケトルや電子レンジを数分程度使うのみだったりすると、毎回の電気消費量がそこまで多くないこともあって、あまりに大容量のものだとエアコンを使用しない時期にそれを持て余す方もおられるかもしれません。もっとも大容量であること自体は悪ではなく、むしろそれがもたらす安心感やそれによって活動の自由度が飛躍的に向上するという意味では正義だと思います。ただそれでもポータブル電源選びにおいて多くの方を悩ませるのは、一般に大容量であることと、例えばコンパクトさ、軽量さ、お求めやすさといったものがトレードオフの関係にあるからです。容量のみに着目するのであれば、確かに大容量であるに越したことはないと思いつつも、全体的なバランスを考えた場合にはその人ごとに最適なものが異なり、僕がこれまでの動画でも様々な対象物に対してお伝えしてきたように、やはり正解は人それぞれということなのだと思います。そんな中、もしこの内部電源接続のとても大きな副産物の存在によってポータブル電源選びの重要な要素、その容量についていい意味でほんの少し目をつむるような感覚で判断ができるようになったとしたら、新たな可能性、選択肢が生まれ、その時に初めて見えてくる自分にとっての本当の最適解に出会う方もいらっしゃるのではないかと思います。そして正解は人それぞれである以上、その具体的なニーズなどと照らし合わせて、やはり自分には大容量のポータブル電源が必要だと考える方も当然いらっしゃるわけですが、この内部電源接続の副産物はそういった方にとっても有益なものと考えます。なぜならば、例えば長期旅行などそのキャンピングカーを用いた各活動の中で常にその大容量のポータブル電源がフル充電された状態にあるとは限らず、その残量的にポータブル電源だけで寝ている間中エアコンを連続運転させるだけの余裕がない場合などもあり得るからです。そんな時にエアコンの連続運転を実現するための電源供給の役割をポータブル電源のみに押し付けるのではなく、
ポータブル電源とサブバッテリーとで分担することができ、しかもその移行をシームレスに行うことができる内部電源接続は、多くのキャンピングカーオーナーの方にとってとても有益なものとなるのではないでしょうか。今回の動画のまとめです。リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源を活用した内部電源接続。この内部電源接続は通常電源の設置場所やその電源とキャンピングカーとの接続のための配線がどちらも車外になってしまう外部電源接続とは異なり、そのどちらもが車内で完結するものです。その効果は大きく分けて2つ。1つ目は車内に置いたポータブル電源からの電源供給によってサブバッテリーを充電するサブバッテリーの新たな充電方法、内部充電ができること。2つ目はキャンピングカーの各所にあらかじめ設置された AC100V コンセントにその電源プラグが刺さっている各家電をサブバッテリーからの電源供給によってではなく、ポータブル電源からの電源供給によって動かせるようになること。そしてこの2つ目の効果にはとても大きな副産物があります。それはキャンピングカーの AC100V コンセントをサブバッテリーとポータブル電源とで共に用いるスタイルだからこそ実現可能なもので、エアコンなどの家電を例えば6時間とか連続運転する過程でポータブル電源の残量がゼロになった場合に、そのエアコンへの電源供給の役割をポータブル電源からサブバッテリーへとシームレスに移行できることです。これによってポータブル電源がそこまで大容量のものでなくても、また大容量のポータブル電源をお持ちの場合についても、仮にその残量が少なくなっている状況下にあったとしても、サブバッテリーとの間での切れ目のない滑らかな連携によってエアコンなどの各家電の長時間の連続運転が可能となるため、ポータブル電源を所有する多くのキャンピングカーオーナーの方にとってその利便性をさらに向上させるものとなります。ということで、この動画ではこの方法をまだ知らなかった方にとってはキャンピングカーの新たな選択肢となりうるリチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源を活用した内部電源接続についてご紹介しました。内部電源接続によってもたらされる具体的な恩恵のうち、皆さんがどのポイントに最も惹かれるかはその人によって様々だと思いますが、いずれにせよ皆さんのポータブル電源を活用したより豊かなキャンピングカーライフの実現のため、何か一つでも参考になることがあったら幸いです。なお、この動画の中では具体的にどのような電気的工事を行えばこの内部電源接続を実現することができるかという点についてはあえて言及しないこととしました。その理由は3つあります。1つ目は僕自身がこの工事を行ったわけではなく、その細部についてまで全て責任を持ってその詳細を説明できる状況にないため。2つ目はこの動画をご覧の方がお乗りのキャンピングカーが僕のキャンピングカーバンテックのジルとは異なる場合、仮に電装関係収納庫内部の状況にだけフォーカスした場合であっても様々な要素や条件などが異なる可能性があるため。3つ目は自身が所有するキャンピングカーをどのように扱うかは原則その人の自由であるとの考え方には同意しつつも、この動画をきっかけとしてオーナー自らによる改造やそのキャンピングカーの製造販売を行うビルダーを通さぬ他の業者による改造が行われたことによって周辺機器の故障や最悪火災などの大きな事故につながってしまうのは不本意であるため。したがってもしこの内部電源接続が良いと思ってくださった場合でも、その実現にあたっては僕が自身のキャンピングカージルの製造販売を行うバンテックに相談したように、まずはご自身のキャンピングカーの製造販売を行うビルダーへの相談を行うことを前提にお考えいただけたら幸いです。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、もしこの動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また不定期投稿になりそうということもあり、ベルマークボタンも押していただけるととっても嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。